皆さんこんにちは。ゴンです。龍馬の器の続きやっていきます。とりあえず、スキルポイント使ってからいきます。どれを持っていいのか、全くわからん。これがいいかな。敵に発見された際に誘惑するってやつ。あと2個取れる？あれ？よし、これでいっか。習得した戦闘回避系スキルのいずれかを使用することで、戦闘回避のオンオフを切り替えられます。オンオフは同じスキルとして表示されます。どういうこと？あ、買い物していこう。間違えた。これ強いじゃん。グラディウス。防御力プラス 20？ マジか。これ買おっか。あとは回復アイテムかな。よし。行こう。モーティさん、出かけるの？そうですが、もうしばらく待ってほしいというか、何か都合の悪いことが、私が出会うと困る方でもいるのなら、避けるようにしますが、そういうわけじゃない。いやでも、出会わないように気をつけてほしいのは確かだけど、じゃあ私もついていったらダメ？なんていうか役に立てることもあるかなって。お気持ちはありがたいのですが、私の戦い方は、味方の影に隠れるようなもので、複数人がいるということが、プラスになるとは限らないので、そうだよね、なんというか、山を降りるときに気をつけて、すごく気をつけて。何？なんかあるの？何か事情があるのは間違いないですが、なぜこのタイミングでこんな発言を？ミーネさんの事情に動きがあったにしても、何者かと接触したような形跡はないはず。人の声。いえ、これは、ゴブリン A。たく、妙に襲ってくるな。この、この辺りの連中。この山を登ったところにある人間のアジトが、きっかけかもしれないって話だが、このアジトの連中は、どうなってることやら。なに、いろいろと、口実ができて、やりやすいさ。読みにくい。調べるついでに人間どもから盗んだり奪ったりしても、いざとなりゃこいつらのせいだ。今まで何度かこの山を
上り下りしましたが、一度もゴブリンの類は見かけなかった。なぜ急に。まずい。誰かいたか？簡易的とはいえ、リンチまで作り始めて、相当な数がいると見た方が良さそうです。突破するにせよ、退くにせよ、余力を残すことを考える余裕はおそらくない。ゴブリンたちから逃れることに専念しないと。不意打ちにも気をつけた方がいいでしょうね。ゴブリンは通常の人間より感知範囲が広く、横を通っても感知されます。また、誘惑による戦闘回避は通じません。戦闘中の誘惑は可能です。よし、行こうか。ナイフゲット。マジ？強いんかな？ていうか、武器と防具変えてないじゃん。誰かいる？もしなんだ、人間か。女がこんなところで何を？お前はまさか。どうやら洞窟にいた盗賊の一人のようですね。ここにいる人間とくれば、あの盗賊たちだろうと予想はついていましたが、見逃してくれよな。リーダーはお前にやられちまったし、治療からの連絡もね。俺たちはもう細々と盗みをやって生きてるだけなんだ。それを細々と言うかはさておき、こんなところで何を？買い出しに行った兄貴が戻ってこねえんだ。それで様子を見ようと山を降りたら、ゴブリンたちが我が物顔で歩いててどうしようもねえ。なあ、あんた、ゴブリン相手でも俺たちにやったようなことは、代わりに探してくれというのなら嫌です。頼むよ。兄貴には世話になったんだ。この状況で兄貴が帰ってこれない理由なんて一つだ。こうしてる間にも、ゴブリンたちに襲われてるかもしれねえ。あんたにやったことは謝るし、手伝いって言うなら、休憩中に見張ることくらいのことはするからさ、お願いだ。いいでしょう。脱出路を探す際に、ついでに探すくらいはしましょう。ただし、休憩中に変な真似をすれば容赦はしませんが。わかってるよ。ナイフ2つ、ゲット。休憩することで TP を回復することが可能です。
北の方でゴブリンとは違う声が、怒鳴り声のようでしたが、ナイフゲット。危ねえ。戦うんか。うわ、マジ？ああ。さあ、お楽しみの時間だぜ。打ち捨てられたフォーティにゴブリンが群がる。だが、フォーティはそれを理解している様子すらなく、ただ、快感に儲けていた。ここは、急ごしらえの牢屋のつもりでしょうか。野兵物が置かれているだけですが、どこかから視線を感じる監視でしょうか。このまま待っていてもただ、また呼び出されて侵されるだけ、なんとか監視をくぐり抜けないと。無理だって死んだんだけど。なんか戦闘から抜け出せなくなって死にました。あれ？使えない？この諦めるってやつで死にました。戦闘から抜け出せなくなったから。なんでアイテムなくなってんの？意味わからん。盗まれたんか。いいや。ちょっと待って。死ぬじゃん、これ。
弱っ。これ多分もうダメだな。あれ出れた。1って何なんだよ。ダメだこれ。アイテムはどこにあるんだろう。また死んだよ。何？死んだよ。何これ？加速装置ってなんだろう。移動速度を変更する。出れないんだけど。次の周回に移ることはできます。どういうこと？最初から？マジかよ。最初からになっちゃったじゃん。セーブポイントからやり直そっか。よーし。行こう。リベンジ。まだぐだぐだ言ってんのか、お前は。あれがボスか。しかし俺たちとしちゃ、わざわざこんな遠征をするのかわからないわけでして。そりゃ、そういう依頼を受けたからだろうが。仮にも、あんたは俺たちのボスだ。そのあんたが、まるで何かに操られているように、動くのは、あの方の依頼を無限にするわけにはいくかよ。さあ、さっさとこの山にいる人間の盗賊どもに何があったのか探ってこい。どうやら、あの多くはこの群れを率いているようですね。ただでさえゴブリンたちが反感を抱いているようですし、多くさえ何とかすれば、盗賊も何もなくなり、ゴブリンたちは好きだらけになるでしょうが、問題は私が一人で多くを倒すのは厳しいことですね。何か策はないでしょうか。裏から回るんか。
木の間で何か動いて、魔物？東へ向かっていったようですが、何か落ちてます。セミパラライズを手に入れた。何これ？特殊麻痺。行動不能プラス防御力低下。これボスで使うんかな？うわ、死んだ。いや、もうアイテムなくなっちゃったじゃん。これ無理じゃね？2回目死んだ。てか、アイテムなくなるの、マジで難しすぎるんだけど。気配。やはり魔物、そして、セミパラライズを2つゲット。この包みも、どのような薬なのかを明記した紙が同封してある。まるで渡すことを念頭に置いたかのように。だとすれば、この動きは誘導が目的。今度は回り込んで北へ向かったようですが、これがあってもな、装備がないと絶対クリアできないよな。なんかいる。間違いなく誘導している。このくらいの隙間なら音を立てずに通れそう。追ってみましょう。ここからであれば多くの背後をつける。とはいえ私の腕力では多くを即死させるのは無理でしょうし、挑むなら相応の準備をした上で挑みましょう。だから装備がどこにあるかわかんないんだって。危ない。はい、また死んだ。むずすぎ。3回目の挑戦です。クリアできそうにないな、これ。やっと来た。これクリアできんかな？雑魚的に苦戦してるようだけど。まあいいや、やってみよっか。さすがに厳しいでしょうか。魔物が多くを襲って誘導してきたのと明らかに何かありますが、今は不意をつかなければ。敵は特殊にまとわりつかれ、フォーティとの戦いに集中できない。マジか。倒せんのこれ？マジか。この辺の雑魚敵より弱いじゃん。
よっしゃ。やった。分かっていましたが、人間とは体の作りが違いすぎる。ミーネさん、危険です。離れ。止まっている。あなたは何しに来たの？ボスに言われて、ここの人間の盗賊とやらに何があったのか調べに。調べ事は何もなく終わった。これからゴブリンたちに撤退の準備をさせる。そうだよね。そうだな。ミーネさん、あなたは一体。そういうのは後で。効果が薄れてきたら、私はともかく、フォーティーさんは多分襲われるから。えっと、特殊の魔物を応援に向かわせたのも、ミーネさんがやったことでいいのですか？そう。届けたお薬があったでしょ。あれはお母さんのお友達が前に念のために言ってくれたの。あなたは何者なのです？魔物を操り従える。まるで本物の悪魔のように。お母さんが言ってた。魔物に侵された後、人の形をした子が生まれることがあるんだって。優れた力とか魔力があって、正気が濃くても平気で魔物を操ったりできる。教会の人にバレれば悪魔扱いされるだろうってお母さんはそう。それが私がこの山で暮らしてる理由。私を捨てられなかったお母さんが見つからないように用意した隠れ家。魔物が住み着いてるって噂で、人が近寄らないようにして、実際にこの辺りに住む魔物を操って集めたりもして、その後もお母さんはよく差し入れしてくれてる。こんなところに来られるような日はどんどん減ってきちゃってるけど、なぜ盗賊のアジトから出た私を追いかけてきたのですか？魔物まで使っていたでしょう？寂しかったの。お母さんが私が守ってくれてるのはわかってる。だけど、だから、ここに誰か来ることなんてない。来てくれても、一晩泊まるくらいで帰っていく。その後は、私は一人ぼっち。盗賊の人たちに捕まったのも、お母さんが私のために人を呼んでくれたって思って見に行ったから。抜け出した後、ボーティーさんを追いかけたのも同じ。お母さんが助けによこした人なのかなって勝手に思いたかったから、違うって分かっても一緒にいてくれてる人が欲しくて、止めた。単なる思い込みとわがままだったの。ね、私、気持ち悪い？さあ、ただ一つだけ言えることがあります。ここに来ることになったことの始まりは、教会から大切な人が悪魔に認定されたことでして、悪魔呼ばわり、教皇に何か言える立場ではありません。もしかして教会の人とか、兵隊さんとかと戦ってるの？そういうのは良くないよ。いろいろとあった結果、次の相手は魔導結社の予定ですが、よかった。ミーネさんの事情はつかめました。かなり地位のある方が魔物に侵されて産んだ子を公表するわけにもいかず、隠しているということなのでしょう。それにしても、魔物に触れて操るという力、まるであの時、教会が証拠として提示した記録のように、スキルポイント4獲得した。
レベル9になった。レインブリッジ。さて、自分がどのような存在か理解していただけたかな？そっちがやらせたことで。我々が君の能力を引き出し、一時的に意識を奪った上で、行使させたに過ぎんよ。あれは紛れもなく君が持っている力だ。君の力と我々の術がどれほど違うかは、我々の方は君を制御下に置くまでに、した準備をしようとしたことだけでも理解できると思うがね。そんなわけ。私を犯した時にそういう力を仕込んで、事の発端を忘れたか、聞きつけられた証拠はでっち上げだと思っているのか。あの時は無我夢中で自分が何をしたかわからなかったか。まあよかろう。そちらがどう思うと関係のないことだ。私の意志をその体に染み渡らせることができるのは、あの群れの長に対する実験で証明された。いよいよ最終段階だ。今度は私そのものを染み込ませていく。おはよう、フォーティさん。おはようございます。一つ聞きたいのですが、もう山を降りても大丈夫なのでしょうか？どうか気になさらず、ああして助けられたのですから、あなたの力についてはむしろ頼りにしたいのです。うん。まだゴブリンたちは残ってるし、活動もしてるけど、動く広さは明らかに狭くなってる。帰る準備って感じ？話は変わるけど、昨日、待ってって言ったでしょ？あれはゴブリンたちに見つからないよう、山を降りられる場所を探してもらってたから。その道をきっちり見つけたから、ゴブリンたちがあんまり動かなくなってる今なら、そこを通れば安全に山を降りられるはずだよ。ありがとうございます。ただゴブリンやオークには力の引きが悪くて、大まかな命令とかは離れた後も従うんだけど、すぐ他のことに釣られたりするって言ってた。だから用事がない限り、ゴブリンとかオークがいる方には近づかないでね。言ってた？じゃあ今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた。